皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げるのは、安倍晋三元総理大臣が YouTube で公式チャンネルを作ったよというのがインターネット上で話題になっていたので、これを取り上げていこうと思います。なお、今回はその話を土台として、今政治家にとってネット活動はとても大事ですよということを解説していこうと思います。それでは早速ですが、まずは安倍晋三元総理大臣の公式チャンネルがどのようなものかさらっと見ていきましょう。こちらが安倍晋三元総理大臣の YouTube チャンネルです。撮影時点においてすでにチャンネル登録者数が 6.9 万人に達していますが、おそらくはこの後もチャンネル登録者数は伸び続けることでしょう。動画については2本今アップロードされていますが、現在のところコメント機能についてはオフにしているようです。そして今回の話題での関連ワードとしては、じゃあ立憲民主党の YouTube チャンネルを見てみようというのが一つの話題になっていました。安倍晋三元総理大臣の YouTube チャンネルで動画が投稿されたのは今日なわけですが、すでに登録者数は6万人を超えています。おそらく明日にはもう10万人にも達しているかもしれません。一方で立憲民主党のチャンネル登録者数は2万人です。同じ日に YouTube チャンネルを発表したのであれば、6万人対2万人でいい勝負だなというふうに思えるわけですが、実際はそうではありません。立憲民主党の公式チャンネルは2017年から稼働しており、すでに4年が経過しています。4年が経過しているにもかかわらず、チャンネル登録者数が2万人にとどまっている。これはどれだけ立憲民主党がインターネットに接続している人々から支持をされていないか、それがわかる光景だと思います。ご紹介したように、安倍晋三元総理大臣の公式チャンネルは、動画投稿を始めてからあっという間に数万人レベルへと達し、何年も活動している立憲民主党の党の公式チャンネルよりも登録者数が多い状態となりました。それだけ安倍晋三元総理大臣の注目度が高いというのを表しています。実際にどのような動画をこれからも公開していくかというのは少しわからないところなのですが、しかしこのようなインターネット上で直に自分はこう思いますよという話をどんどんと投稿していくこと、それ自体は非常に素晴らしいことだと私は思っています。というのも皆さん思い出してみてください。つい先日行われた自民党総裁選において、河野氏の人気が非常に高いよと言われるときに、インターネット上でこれだけたくさんのフォロワーがいますよ、これだけのチャンネルの閲覧数がありますよといったことを背景として多くの人々に支持されているんだという説明などがされていました。インターネット上の活動というのはそのようにこれだけの多くの人たちが注目しているんだから、この議員に対する支持率は高いはずだと論評されるほどに現在ではそれなりの評価を受けるのです。しかし一つ問題があります。それはインターネットを見ている人、見ていない人のその差というものも結構あるからです。私は常々言っていますが、高齢者の人たちは主にテレビを情報源としていますよ。だからインターネット上だけの声だけで世論が全て決まるわけではない。そのことについては十分注意しなければならないということを何度となく言ってきたと思います。しかしこれを全く逆の方向から見れば、これまで高齢者を主に票を得た人たちというのは、じゃあそれよりもさらに票を伸ばそうと思えば、もっと多くの人々に声を届けなければなりません。それはテレビに出たり新聞の記事になることでは不十分です。なぜならば今の若い人たちというのはそもそも新聞は取っていません。またテレビなどもほとんど見ていない人たちというのも確実に存在しているのです。そしてこのことは選挙にも直接響いてきます。新聞は取っていません。テレビも見ません。そしてそのような若者たちが一体どこから情報を得ているかといえば、例えばネットニュースがその情報源の中心となります。例えば友達と話をするのに使っている LINE のニュースであったり、もしくは Twitter などでのつぶやきをしている時に周りの人がいろんな話をしていて、その中に政治的な話題なども紛れ込んでくるかもしれません。そして YouTube においても様々な時事系のニュースというものは流れています。それは報道機関を主体としたものであったり、そういった会社とは全く関係のない個人の解説する方やフリージャーナリスト、評論家など様々な身分や様々な立場からの情報発信が行われています。そのように情報源というものがいろんなところに分散している状況にあって、これまで高齢者を中心とした支持者だけではなく、もっと多くの人たちに訴えようと思ったら、インターネット上の活動というのはもはや必須の道具なのです。
つい先日のことなのですが、同じように YouTube 上で多くの若者たちに投票を呼びかけるという動画が話題になりました。これは俳優や著名人らを中心とした14人の人たちが私は投票に行きますという話などを自ら語るスタイルで、それらが組み合わせられた結構中立的な呼びかけが行われました。アメリカのように例えば私は何々党支持者ですよということを表明するタイプもありますが、現在の日本だとそうした私は〇〇の党を応援していますよということをなかなか言うのが難しい状況の中ですから、自分は投票するかしないか、そしてみんなに関心を持ってもらいたいという呼びかけを行うこと、それ自体が今はまだ評価される時代です。いずれはもっとこんなことが当たり前になるかもしれませんが、このような働きかけを行うことは非常に素晴らしいことでしょう。そしてこのような若者に対する呼びかけというのは非常に重要な意味を持ちます。なぜならば若者は実際問題投票に行っていないからです。一体どれくらいの数行っていないかといえば、例えば退職世代である60歳代においてはその投票率というものはおおむね60から 70% を記録しています。一方において20代の投票率というのはその半分程度、30から 35% 程度に過ぎません。何にしても高齢者の2分の1程度の投票率しかない。これは非常に若者たちにとって自分の声が政治に届かない状況を作ってしまっている原因でもあります。そしてそもそもの人口のその数から言っても若者たちは高齢者の人たちよりも圧倒的に数が少ないです。ですから元々の数が少ない上に投票率が低いのですから、今の政治家たちがよし高齢者の人たちに向けてより受けるような政策を言おうと優先してしまう悪い状態を生み出してしまいます。現状ではそのように少し悲観的な話をしなければならないわけですが、じゃあこの状況が永遠に続くかといえばそういったわけではないことは明らかでしょう。なぜならば人間というものは不滅の存在ではないからです。若い人たちがデジタルネイティブと呼ばれるように、若い頃からすでにスマートフォンがあって当然だし、テレビを見ないのが当然だといった人々がどんどんと新しく成人になっていけば、それだけ多くの人々が新しい世代としてどんどんと幅を利かせてくるようになります。ですからその時にインターネット上でしっかりと世論を喚起するような政治家や政党といったものが少しずつ年月はかかっても確実にその勢力を広げていくことができるのです。そういった意味においては今回安倍総理大臣が YouTube で自分のチャンネルを持ち動画を発信しているということは、これからの時代においてはおそらく多くの議員たちにとっても必須の活動となっていくでしょう。そしてそういった活動ができないのであれば、あの人は一体誰なんだろうと多くの人たちに存在すら知られないことになってしまいます。なぜならばこの話というのはすでに起きているからです。私はテレビにはたくさん出ている議員だよという人たちがいたとしても、若者に聞けばこれ誰なのというふうに言われてしまいます。なぜならばそのようなテレビ主体の活動をしている議員というのはインターネット上で全く活動していないのであれば、もはや存在しないも同然なのです。若者たちは先ほども言ったようにテレビを見ていないわけですから、見ていないものにどれだけ出ていようと関係ないのです。そういった意味ではTwitter や YouTube さまざまな媒体を通して政治的な話題をいかにして分かる言葉で伝えていくか、そして関心を呼ぶような話題について言及していくかというのもこれまた必要な能力となっていくでしょう。と散々そのようにして現在の安倍総理大臣が YouTube チャンネルを作ったよ、そして多くの人たちが関心を持って見ようとしていますよという話から、若者たちにとっては今後インターネット上でしっかりと発信していく議員たちが必要なんだという話をしました。ちなみにこの話というのは実は私に結構当てはまっていて、私はそのような新しい世代、もしくはインターネット上で活動している多くの人々、特に政治的な関心を持っている人たちにとってどれだけ声を届けるかといったところに私は挑戦しているところです。私がテレビに出ることは基本的にはありません。なぜならば私はただの一市民に過ぎず、現在では政治的な思想を持っていて様々な話をしていてもあくまでもどこにでもいる一人の人間に過ぎないからです。しかしそのような人間が政治的な影響力を持っていくかどうかというのは、まさにインターネット上に存在している多くの人々をどれだけ仲間や支持者に巻き込んでいくかにかかっていると思います。そして私のような人間というのはおそらくはこれからは少しずつ増えていくことでしょう。
なぜならば政治家という一つの知名度のある人が乗り込んでくるのももちろんあるわけですが、その逆で YouTube や Twitter 出身の人が政治家になって、そして国政で声を上げる日も私はそう遠くはないと思っているからです。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。